はい、それでは走っていきたいと思います。はい、それではね、走りながら、ジムニーのマフラー中間パイプ、交換しましたんで、それの交換の時の感想と、この交換後のフィーリングを含めての感想をですね、語っていきたいと思います。はい、まずですね、交換するにあたりまして、マフラー変えたいなということで、マフラーを変えようとしたんですけど、中間パイプの、とマフラーをつなぐフランジがですね、ボルトがですね、もう頭がもう錆びてしまってまして、それでかけれないんですよね。ナット14のソケットレッドもかけれないんで、かけれないからもうどうしようかなと思って、外しようがないんですよね、錆びて。でどうしようかなと思って、切断を考えたんですが、まず、その前に、中間パイプごと変えれた方がいいのかなっていうのがあって、中間パイプを買いまして、で中間パイプごと変えた方がいいのかなっていうんで、やったりしてたんですけど、その前にちょっとなぜかタービン側のフロントのフランジボルトを変えようと思って、で変えようと思って外そうと思ってて、回したらポキッと折れちゃいまして折れたんで、今もね折れたままなんですけどね、とりあえず1本でねなんとか走ってるんですけど、そんなんもあって、ちょっともうやめてですね、しばらくしてなかったんですけど、ちょっとまたやってみようと思って、中間パイプの方ねバーナーで炙って、ちょっとぬくめたら外れるんちゃうかなと思って、試しに炙ってしたら、なんとか炙ってからですね、一旦回す方向にキュッと回して、でまた次外す方向に回したら、外れまして、で外れたんで、中間パイプを外そうと思ったんですけど、マフラーと一緒に行ったりですね、やっぱちょっとマフラーが邪魔で一体ごと外そうと思ったら外せなくて、マフラーと中間パイプつなぐフランジ面を切断しようと思ったんですけど、もうマフラーのパイプごと切っちゃえと思って、フランジの虹側のパイプの部分、マフラーのパイプの部分をサンダーで切断しまして、でサンダーで切断したら、ちょっと太鼓とか邪魔な部分がないんで、前に押し出したらスポンって抜けたんで、それでもう取り外せたということですね。であとはもうつけるだけなんで、つけて中間パイプつけてマフラーつけたという感じですね。でマフラー中間パイプもステンレスの結構綺麗な素材なんで、気に入ってはいるんですけど、で
でマフラーもH ケースのマフラーで、やっぱり H ケースの音なんで結構上品な感じの音で、エンジンをかけた時の音がなかなかいいかなというのはありますね。やっぱりちょっと抜けが良くなった分、ボーっていう音が結構してるかなっていうのがありますね。まあこれジムニーでもこうやってマフラー変えることによってちょっとした楽しみがね増えたというか、これはなんかこうマフラーサウンドちょっと音が大きくなってね、こう抜けが良くなって、こう吹かした時にこう回転数がちょっと、まあ、若干上がるっていうね、軽くなるっていうのが、まあ、気持ちの問題なのかもしれないですけど、まあ結構それだけでも満足するっていうのはありますよね。まあ確かにこうやって走ってると、もともとジムに行って回転数がね、高い回転数で走ってるんで、上り坂とかね、やっぱりパワーがないんで、やっぱ音がでかく感じますよね。すごい、まあ迫力ある音になったんじゃないのかなとは思うんですけど、まあフロントパイプもねまた変えてみたいなっていうのはあるんですけど、まあジムにまあねチューニングとか、まあ、改造とかやっぱりね自分にもいじって楽しんでいけたらなっていうのを、感じましたね。まあ20万キロ走ってるマフラーなんで1回も変えてないんだろうマフラーなんで、やっぱボルトナットの固着がすごくて、まあいい勉強になったかなっていう感じかなと思います。まあ DIY でやる必要なんてないんですけど、まあこのクソ暑い夏の時にやるもんでもないんですけど、まあいい経験になったかなっていうのがありますけど、ジムニーの好きな方とかいらっしゃると思うんで、まあジムニーもちょっと一生懸命ね上げていきたいなと思ってます。改造もねやっぱりちょびちょびジムニーもしていきたいなと思いますね。せっかくパーツが豊富なので、まあ自分色にまた仕上げていきたいなと思ったんですけど、まあ基本まあノーマルなんですね。そんな大それたことは